おはようございます。たかしです。本日は5月9日火曜日、ただいま7時57分。それではポンド円のトレードポイントを見ていきましょう。最初にお知らせです。ドル円とゴールドの相場分析をポストプライムという SNS で無料配信しています。ご興味があればポストプライムへの無料登録とフォローをお願いします。詳細は概要欄にあります。それではまずは日足から見ていきましょう。昨日の日足は上髭の陽線となっております。ちょっと見にくいんですけれども、かなり上値が重い、そんな印象ですね。直近日足での高値圏にあります。この過去の高値ですね。この10月末の高値と同じ位置まで一度到達して、そこからの下落となって、もう一度この高値を抜けるのかどうかというところに現在はあります。ただ、ストキャスティクスは今高値圏でずっと張り付いている状態なんですね。一度安値圏まで下落してきてほしいところ、ずっとこのストキャスティクス真ん中付近まで下落して、そこからの上昇っていうのを繰り返しておりましたので、上昇の勢いが強いのはわかるんですが、そろそろそれも息切れかなという風な感じもしてきますので、一度大きめの下落ですね。 GMMA 付近まで下落、ストキャスティクスが安値圏ぐらいまでの下落っていうところを見ておくのがいいと思います。今は日足でも週足でもかなり高値圏にありますので、基本的には上昇トレンドは崩していないんですが、そろそろ大きめの下落が入ってもおかしくない、そんなようなところにも見えてきますので、調整の大きめの下落には注意しながら短く押し目買いでやっていくのが良さそうです。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足も GMMA は上向きなので、基本的には上昇トレンド中なんですが、昨日はほぼほぼ動けずというところですね。直近のこの高値からの下落、そしてそこから半値戻しぐらいのところに今来てますので、ここからの下落になっていくのか、つまりこういう N 波動ですね。直近の高値からの N 波動を描いての下落になるのか、それとももう一度高値を目指してダブルトップみたいな、そんな形になってくるのかというところです。もちろんこの直近の高値の172円付近を上抜けて上昇していくということも考えられるんですが、今の上位足を見ているとちょっとそこはまだすぐには難しいのかなと思いますので、一度大きめの下落を待っておきたいところですね。ただこの上昇トレンドは崩してませんので、基本的には押し目買い、下がったところを買っていく、そして短く利確していくっていう、そういうトレードがやりやすいと思います。で、先ほど言いましたように、直近の最高値の172円ぐらいまで上昇してくれば、そこでのダブルトップみたいなイメージをすることは可能ですが、現在地付近では明確な下落のパターンが出ない限りは、基本的には押し目買いでやっていくのがいいと思います。ただとは言っても、4時間足のストキャスティクス今高値圏からデッドクロス中なんですよね。この過去の高値圏からの下落っていうのは5月の上旬からの下落になるんですが、チャートを見ましても最高値からの下落となっております。で、現在同じようにストキャスティクスは下に垂れてきてますので、やはり比較的大きく下落する可能性は見ておきたいですね。まずは GMMA 付近までですね、そこで反発できるかどうかっていうところを見ておくのがいいと思います。では1時間足です。4時間足の GMMA までは少し距離があったんですが、1時間足は今 GMMA に張り付いてきてますね。そしてそこで反発がしきれない状態、つまり上値が重くなっております。昨日は一度上昇したんですが、このフィボナッチリトレースメントの 61.8% っていう白いライン、170.694。これが直近の最高値から直近の安値に引いたものなんですが、そこが意識されて今下落してきてます。というか上値が重い状態ですね。まだ今は1時間足の GMMA にサポートされてますので、ここで若干ながら反発をしそうな、そんな雰囲気にはあるんですが、かなり上値が重いということで、ここからは1時間足の GMMA を下抜ける可能性を考えておきたい。ただ基本的に1時間足も4時間足も上昇トレンドを崩してませんので、下がったところを買っていくというスタンスがいいんですけれども、やはり昨日の動きを見ていると上値がかなり重そうですので、一旦の下落を見ておくのがいいですね。ではどこまで下落するのかと言いますと、一旦は 169.5 ぐらいというところでしょうか。現在が170円ぐらいにありますので、次そこからの次のターゲットは分かりやすいところ 169.5 ぐらい、そして169ぐらいというところが意識されてくると思いますので、まずはそのあたりまでの下落を見ておく。そしてマクディはダイバージェンスを起こしてますので、やはり一旦の下落をしそうなところですね。もし昨日高値ぐらいまで上昇してくれば、そこからの下落の流れっていうのをイメージすることも可能かもしれない。そして先ほど4時間足で言いましたように、もし1時間足の
GMMA で反発上昇してきたとしても、最高値の172円付近っていうのは大きく4時間足でのダブルトップを作る可能性を考えておきたいので、上がったところは売り場になりますし、かといって今上昇トレンドは崩してませんので、下がったところは買い場になると思います。方向感がなく今は難しい相場になっておりますが、その中でもさらに難しい事案になってきているのかなと感じますので、無理にトレードをする必要はないと思います。先ほど言いましたように4時間足でのダブルトップを見ておくだとか、1時間足ですと昨日の高値ぐらいまでを待っておくだとか、そういった分かりやすいところまで来るのを待つのが今はいいと思いますので、かなり難しくなってきてますので、優位性のないところでトレードをすると資金が減る一本になりますので、今は様子見、もしくは分かりやすくなるところまでしっかり待つっていうことが大切です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは、初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。また、初心者ではないけど安定して勝てないという方は、ポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは YouTube のメンバーシップと違って2週間の無料期間があります。7月からプライム会員価格を値上げします。少しでも気になる方はお早めの行動がお得です。今登録すれば値上げ後も今の価格が適用されます。ぜひ無料期間を有効にご活用ください。詳細は概要欄にあります。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。